日は料理研究家だった父平田武一の1965年の著書筋肉料理67種の中から筋肉の佃煮を作ってみましょう。後半は今は絶版となっている本書の序文から数ページ、貴重な当時の資料をご紹介いたしますので、どうか最後までご視聴くださいますようお願いいたします。今日は筋肉料理67種から76ページの佃煮を作っていきたいと思います。筋肉をまず茹でます。1回目の茹で汁は捨てます。牛すじを小口切りにします。はい、生姜も 30g 薄切りにしときます。はい、それではお鍋に小口切りにした筋肉煮込んであったやつ、生姜入れます。で、醤油入れます。筋を煮込んだだし汁、砂糖、お酒、火をつけます。このまま中火で煮汁がなくなるまで煮詰めます。コツと応用として砂糖を大さじ1を減らして、その分水飴を大さじ3杯加えると艶や味ともに良くなると書いてますね。味見したらもうちょっと甘み欲しい感じなので水飴を溶き入れます。はい、これで火を止めて完成です。それでは器に継ぎます。はい、筋の佃煮の完成です。これは1965年8月25日になにわ社から発行された筋肉料理67種の表紙です。著者名とタイトルが肉とだけ記されただけのシンプルなものですが、これにカバー表紙がついていたのかどうかは私も分かりません。そして黄色いページが中表紙、牛の産地について記されています。すべて日本語なので、日本語を読める方以外は申し訳ないですが、簡単にどんなことが書かれているかということだけまとめさせていただきましょう。日本語の読める方は字幕をオフにして各ページで動画を止めながら電子書籍のようにしてどうぞお読みください。中表紙をめくると、筋肉がいかにコストパフォーマンスに優れているかということを図で表しています。当時の物価ですが、筋肉50円分で35人分の料理ができるとあります。この著書が当時400円でしたから、この本1冊で280人分の筋肉料理ができたことになります。そして肉の部位を写真付きで名称の説明。筋肉は一番左下の26番の写真。牛の図のあらゆる部位から取れるので、26番はその中にありません。こちらは肉の部位の関東と関西のそれぞれの呼称と、その部位がどんな料理に適しているかの表。そして目次です。目次は日本料理編、中華料理編、西洋料理編と大きく3つに分かれています。今日ご紹介した佃煮は日本料理編の中に入っています。こちらは序文ですが、全国食肉環境衛生同業組合理事長より推薦文です。そしていよいよ父が記した本文に入っていくわけですが、まずは筋肉を見直そうと、市販のスープの素よりいかに筋肉や自然素材から取ったスープが優れているかを記しています。こちらは筋肉についての学問的分類。一口に筋といっても腱と腱膜と筋肉膜の3つの部分があるようで、その説明がなされています。さらに筋肉の栄養について、主成分であるタンパク質に脂肪、ビタミン、無機質などが含まれており、次ページで筋肉が他の食材に比べていかにタンパク質を含んでいるか、ただしケラチン、コラーゲン、エラスチンなど水に溶けにくい高タンパク質であることなので、長時間熱を加えることで成分が分解・消化されやすくなると説明しています。また他の食品の消化を良くする働きもあるそうです。その筋肉の使い方ですが、
下茹でして一度取り出し、それぞれの目的に合わせて切り分け、もう一度柔らかくなるまで合わせて2時間くらい熱を加えると良いと記しています。ちなみにこれは本に記されていることではありませんが、日本で売られている筋肉は品質管理が良いので、最初の下茹でで出た茹で汁を出汁として使えますが、パラグアイで入手する筋肉は下茹ででのお湯を一度捨てて2度目の茹で汁で出汁を取るようにしています。なので最初の下茹での時間は短めで良いでしょう。柔らかくするためだけなら温度は60度から70度くらいで良いのですが、美味しい出汁を取るためには中火程度で常に沸騰させながら茹でると良いと記しています。そして筋肉の買い方についてですね、1頭の牛から取れる量には限りがあり、なかなか手に入らないこともあるので、馴染みの肉屋さんで頼んでおくと良いと記しています。パラグアイでも同じですね。肉の上手な買い方については当時の状況と今ではかなり違うこともありますが、私の実家が肉屋だったこともあり、結構裏事情まで突っ込んだ内容になっています。今読むととても面白いです。肉屋ならではの情報が続きます。牛肉の見分け方について記しています。油の入り具合、きめの細かさや色、匂いなどですね。私も肉屋で買い物するときはそのあたりを見ながら、良いのがないときは無理に買わないで帰ってくることもあります。保存方法はこの本では冷蔵庫にと記していますが、私は下茹でした筋を冷凍保存して必要な時に出して使うようにしています。2ヶ月でも3ヶ月でも平気ですね。ヘッドから油の取り方について説明しています。今回私は茹で汁を冷やして表面に浮いて固まった油を使って次回ご紹介する牛すじカレーのためにブラウンソースを作りました。スープの取り方について写真付きでの解説です。筋肉を玉ねぎや人参と一緒に煮てスープストックを作る方法ですね。スープストックについて昭和レシピチャンネルでも動画を出していますので、どうぞそちらをご覧ください。そして67種のレシピを一気に飛ばして180ページです。ホワイトソースの作り方を最後に説明しています。これについても昭和レシピチャンネルの動画がございますのでご覧いただければと思います。では今日はこの辺で。昭和レシピチャンネルではクッキングノートからばかりではなく、この筋肉のレシピ本からも時々調理してみたいと思います。この動画を気に入られた方はぜひチャンネル登録してください。評価やコメントもよろしくお願いいたします。それとあと何かご質問などございましたら Facebook の方ではなく YouTube の方にコメントいただけると嬉しいです。では、Nos vemos! チャオチャオ!